霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。一つ最近思っていることあるんだけど聞いてくれるか？なんだ？俺、いっつもそっち向いているじゃん。で、霊夢はいつもこっち向いているし。そうだけど、それが何か？霊夢をいつもこっちから右の方だけ見ているけど反対から見たら、ちょっと違って見えるのでは？と、思ったりするわけ。なるほど。視点を変えれば新しい発見があるということだな。マリサナイス。なんだ？なんか褒められて嬉しいな。いい振りだぞ。さすがだ。天才だ。なんか照れるな。今回は第二次世界大戦の別視点だ。恒例の新シリーズだな。日本語おかしい気もするが新シリーズも恒例になっているとしたら新しい船でも張り切っていくぞ。記念すべき第1回目は？アメリカが見た戦艦ヤマトだ。日本からではなくアメリカが見るってことだな。そうだ天才。てへー。戦艦ヤマトについてじっくり紹介していくだけでなく、アメリカがヤマトをどう思ったのか？ヤマトを通じて第二次世界大戦を見ていくぞ。ヤマトの持つドラマチックな運命も明らかにするからな。ドラマチックか。最後まで見なきゃだな。ということで、ゆっくりしていってね。今回は新シリーズだが、アメリカが見た、というのは少しふさわしくないかもだ。なぬ？ヤマトはアメリカから見えなかった戦艦だからだ。なぬ。そもそもヤマトってなんだかマリサ、わかるか？人気 YouTuber のメンバーのことだろ？ヤマトは、大日本帝国海軍が建造したヤマト型戦艦の1番艦。2番艦の武蔵と共に、史上最大にして唯一46センチ砲を搭載した超度級戦艦だ。建造当初は、世界最大最強の戦艦だ。超度級で世界最大最強すごいな。なんで日本はそんなすごいのを作ったんだ。1930年代、大日本帝国と欧米列強との対立は深まっていった。当時、ワシントン海軍軍縮条約、ロンドン海軍軍縮条約で、列強各国が海軍力増強を自粛していたが、1937年昭和12年にロンドン海軍軍縮条約の期限が切れ、海軍の休日は終了。それに向けて列強が新たな大型戦艦を建造することが予想された。日本海軍の戦艦は条約締結の直前にギリギリで完成させた長門型戦艦2隻を除けば、軒並み艦齢が20年を超える旧式艦ばかり。いくら近代化改装を行っても最新鋭のポスト条約型戦艦に対抗するには限界があった。しかし、アメリカとの艦艦能力の差を考えると大量に戦艦を作ることはできない。そこで、量の不足を卓越せる質で補うより道なし、という発想で開発されたのがヤマトだ。量を卓越する質。その質を極めるべく、海軍が出した一つの結論がある。それがある戦法だ。戦法ははーん。くすぐり戦法で笑わせようってことだな。それがアウトレンジ戦法だ。アウトレイジ？敵を射程外から攻撃しようというアウトレンジ戦法だ。一般に砲弾は口径が大きいほど遠くへ届く。そこで、46センチ砲という史上最大の口径を考えたんだ。敵より口径の大きい手法を装備して遠い間合いから攻撃すれば、敵の砲弾を受けることなく、相手に損害を与えることができると考えた。それがレンジの外から狙う、つまり、アウトレンジだ。なるほど。相手の弾が届かないところから弾を撃てば勝てそうだな。大砲の大きさによって船のサイズが決まるんだが、46センチ砲を乗せるための戦艦の基準排水量は6万4000トンと計算された。当時、欧米諸国はワシントン海軍軍縮条約で規定された3万5000トンと前後の戦艦を建造していたことを考えると、そのサイズはまさにちょうど級だ。倍近くか？ちょうどでかい。この巨砲があれば、敵の戦艦の射程外から攻撃できる。しかも、この46センチ砲には米国海軍が同口径の砲を製造するとしても、研究開発などに長期間を必要とし、その間の4から5年間は優位を維持できるはずと考えた。46センチ砲すげー。日本海軍が世界最大の砲口径46センチにこだわったのには他にも理由がある。それはアメリカ海軍の弱点に由来する。アメリカ海軍は太平洋と大西洋に分断されており、主力艦を大西洋から太平洋へ移動させる場合、パナマ運河を通過しなければならなかった。当時、パナマ運河の肛門幅は33.3メートルだった。そのため、アメリカ艦隊が運河を通過するために艦の大きさが制限されていたんだ。でっかい戦艦はパナマ運河通れなくて困っちゃうってことか。確かに弱点だ。日本海軍は、パナマ運河を通れる戦艦が搭載可能な最大の主砲の口径を40.8センチと推定した。事実、
当時の米英海軍の主力艦の方向径もその数値だ。なるほど。その口径よりでかいの作れば、アウトレイジできるな。そうだアメリカは46センチ口径の四方を持つ戦艦は作れないという計算だ。しかも同じ46センチ砲からの打撃にも耐えられるように対弾防御を施せば最強最大の戦艦になると考えた。完璧な作戦。こうして、大和型戦艦は2隻、大和、武蔵が、1937年の第3次海軍軍備充実計画通称丸3計画により建造が決定。1隻あたりの予算は1億1759万円に上り、その年度の国の一般会計歳出では約 4.3% を占めた。1億ちょいで 4%。リーズナブルだな。いや、これは当時の金額だから、現在の価値に直すと約4000億円ちなみに、東京スカイツリーの建設費が650億円。国の一般会計予算の約 4.3% というのは、JR 東海によるリニア中央新幹線、品川名古屋の土木工事費約4兆158億円に匹敵する。しかも、大和と武蔵の2艦を製造することとなったから、それが2倍だ。スカイツリー6タワー分。リニア中央新幹線の工事で言うと2回分。大和と武蔵の建造費。やばい金額だ。日本は、この巨大プロジェクトをアメリカが同型艦を作らないよう悟られずに秘密裏に建造を進めることが求められた。あまりに高額の国家予算となったため、大和型戦艦2隻の予算要求に対する大蔵省査定において、海軍はごまかしをした。ごまかし。駆逐艦3隻と潜水艦1隻の予算を架空計上。大和型戦艦の建造費は過小に見積もった。これは予算額から、実際の大きさである6万4000トンをアメリカに推察されることを避けるためだった。国が予算、ごまかすのすごいな。その甲斐あって、アメリカは日本がそんなとんでもない規模の戦艦を作ることなど想像すらできなかった。予算は取れてもそんなすごい戦艦作れるのか？ 46 センチ砲は巨砲ではあったが、すでに48センチ砲の試作に成功しており問題はなかった。発射時の衝撃も鋼板を構造材料とすることにより解決している。46センチ砲ってどこまで弾飛ぶんだ？相手の届かないところから攻撃できるんだもんな。46センチ砲の最大射程は4万メートル超。40キロを超える。イメージとしては東京駅から八王子までの距離に近い。東京のど真ん中から八王子まで届くのか？ひえー。しかし、距離が飛ぶだけに、着弾までも時間かかった。大砲が発射する射撃 1.46 トンの砲弾が着弾するのは約90秒後。有効射程とされる2万から3万メートルにおいても、30秒前後かかった。30秒後の敵艦の位置を予測し、命中させるには神業的と言える技量が要求された。ゴルゴ30レベルのスナイパーじゃないとダメだな。とはいえ、この秘密兵器を持つことで日本海軍がアメリカに対して優位に立て、敵への抑止力になると考えられたのだ。なるほど。よりでかい口径の戦艦持つって、今で言うと、相手よりたくさん、核兵器を持つ感覚に近いかもだな。アメリカは大和型戦艦建造については確信していたものの、その規模を40センチ砲搭載、4万5000トンクラスと推定していた。アメリカは大和の本当の姿が見えてなかったのだ。でも、そんなでっかいの作ったら見えちゃうだろ？絶対、アメリカには見せないと、昭和9年10月から始まった設計作業から徹底的な慣行令が引かれる。建造は昭和12年に呉の海軍交渉でスタート。ここでも秘密保持のため、外国人の移動は大幅に制限され、憲兵は外国の武官や新聞記者を尾行して回ったという。でかいし、目立つから隠すの大変そうだ。海軍交渉近くの写真撮影はもちろん、禁止。広い範囲にわたって立ち入りもできなくした。正確なトン数も隠し、特に46センチ四方の搭載は最高軍事機密だった。そのため、46センチ四方は書類上は94式40センチ砲と命名されている。作業員には管理番号と顔付きの身分証明書が渡され、作業場に入る際チェックされた。何をしているかを家族に話すことも禁じられていた。戦艦大和建造の全体像は、海軍交渉で働いている現場の行員ですら見られないように管理されたという。行員たちは、与えられたことを淡々とこなすだけで、大和建設のプロジェクトに参加していたことに気づいたのは、戦後になってから、という人もいたそうだ。建設作業をしている行員さんも何を作っているかわからなかったってことか？海軍の偉い人でも見学はダメ。後に大和の艦長になる山本五十六でも、
建造中の大和の見学ができないほど徹底されたという。呉線は列車に鎧戸を下ろさせ、呉軍港や造船ドックの戦艦大和を見せないようにした。徹底しているな。これだけ隠されたらアメリカ人どころか日本人も見えないな。大和には、設計はもちろん、ブロック工法の採用など施工においても当時の日本の最高の技術が駆使された。建造中の重量測定も厳密に行われ、秒一本の重さをも計算していたという。巨大戦艦の外見とは裏腹にミリ、グラム単位で繊細かつ細心の注意を払って建造は続けられた。現代のような高性能機器によるオートメーション化された建造技術がない時代に、これほどまでに完成度の高い軍艦を建造できたのは、まさに異様だと言われている。国運を背負った技術士の覚悟、動員された工員の愚直なまでの取り組み、緻密で精巧な職人気質やその勤勉さがなければ到底建造不可能だったと言われている。全長256メートル。最大幅 38.9 メートルの巨大戦艦大和は4年かけて建造が続けられた。造船部長の勤務録メモによれば、以下の工数、人員に達したと言われている。造船部自体の実績工数が約190万工数、注文工数を加えれば約200万工数。人員に直せば約150万人の延ぶ人数があった。さらに、タービンとか機関などの製造から現物取り付けまでで約50万工数。砲工部も約100万工数で電気部や水雷部など建造に関係した総延べ人員は300万人以上。数が多すぎてわからないともかく延べ人数300万人で完成させたってことだな。大和は艦内の居住性も最高だった。冷暖房完備。エレベーターやラムネ製造機、アイスクリーム製造機まであった。アイスクリームにラムネ。兵員用も大部分がハンモックでなくベッド。食料貯蔵庫が大きく豊富な食材を積んでいて、調理施設も最新。館内売店も大きく、お酒等の嗜好品も豊富。理髪室まであった。さらに、司令部の食事調理のため、一流ホテルや豪華客船での経験のある料理人が乗り組み、腕を振るった。洋食のフルコースも出て、司令長官ともなると、食事の時には軍楽隊が音楽を演奏していた。大型客船みたいだ。そこからついた異名が大和ホテル。当時、満鉄が経営していた豪華ホテルチェーンの大和ホテルのようだということだ。大和ホテル泊まりたい。46センチ大砲も完成したってことだな。46センチ砲の威力は凄まじかった。発射実験では、モルモットを入れたカゴを複数配置して四方発射を行ったところ、爆風で半数以上のカゴは跡形もなく吹き飛ばされており、無事であったものはほとんどなかったという。そのため、四方発射時には甲板上で体を露出しているものに対して四方射撃式所から操作するブザーを鳴らすことで退避警告をすることとなった。さらに、発射場は大和が建造された呉海軍工廠から約15キロ南の倉橋島にあったが、発射実験の際は反証が鳴らされた。発射準備完了退避号に入れ、発射直前など指示内容が、鐘の打ち方によって分けられていた。それでも事故は多発し、爆発や火災で多くの工員が命を落としたという。たくさんの方たちの犠牲によって大和は完成したんだな。そして、それから真珠湾攻撃の8日後。1941年12月16日大和は収益。連合艦隊司令長官山本五十六大将直立の第一戦隊に編入される。連合艦隊参謀長がきまとめ少将の日記には、次のように記されている。本日をもって大和竣工、艦籍に入り第一戦隊に編入せらる。大威力を変えたるを喜ぶ。いよいよ、アメリカの前に巨大戦艦が姿を現すってことだな。どう見たんだ？いや、アメリカの前にはまだ現れない。実は大和の完成時、すでに戦艦は時代遅れとなっていたんだ。それを証明したのが、皮肉にも日本海軍だった。真珠湾空襲で日本は航空機により米戦艦4隻撃沈破。さらに、1941年12月10日、日本海軍基地航空隊は A 東洋艦隊の Z 部隊を壊滅。3時間足らずで、A 戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスを撃沈した。この戦いは航行中の戦艦を航空機だけで撃沈した世界初の事例となった。すでに艦隊決戦の時代は終わり、空母を中心とした機動部隊での戦いへと移ったことを証明した。空母と一緒に戦えばいいじゃん。大和の排水量6万4000トンという巨大さは当然、機動性の低下をもたらした。空母が中心の高速機動部隊に追随するには速力が十分ではなく、艦隊運用は難しかった。
空母のスピードについていけないんだな。燃費も1リットルあたりわずか62センチ。航行しなくとも、港に停泊しているだけで自家発電量などに重油を消費する。ちなみに、より小さい32,720トンの長途級戦艦でさえ、1日50トン消費したとされる。艦隊運用が難しく、そんなに石油を食うとすると巨大戦艦は居場所がないな。そのため、計画されていた大和型同型3、4番軍艦の2隻は、戦艦として建造を中止。1隻は航空母艦、もう1隻はスクラップとなった。真珠湾空襲の第一航空艦隊航空参謀などを務めた源田実は戦時中、大和型戦艦をこう揶揄したという。ピラミッド、万里の長城と並び、大和は世界三大無駄の一つだ。戦場で活躍の場がないと。そう言われてしまうのも仕方ないところあるのかな。大和の初陣は、日本が大敗を喫した5月29日のミッドウェー海戦であったが、空母部隊が一撃を加えた後に戦艦部隊がとどめを刺すという旧来の艦隊決戦思想から、空母部隊の300海里後方に配備されていた。300海里後ろ。1海里が 1.852 キロだから、およそ555キロ後ろということだ。かなり後方だな。大和はミッドウェーから遠く離れていたため敵空母ミッドウェー近海にありとの情報を空母部隊に知らせることすらできず、損害を与えた米空母追跡作戦も遠距離のため断念した。結果、航空機の対艦攻撃の激しさも、対空砲火の効果をも体験することなく、2週間後に帰投する。大切な一戦に何もせず帰還か。また、それに続くガダルカナル争奪戦では、山本五十六長官が大和によるガダルカナル砲撃を主張した。しかし、大和型戦艦の主砲の陸上射撃の効果は少ない、推進が不正確で座礁の恐れがあるなどと見送られる。大和は、当分の間太平洋戦域で激しく繰り広げられた航空戦に参加することもなく、ただ航空機の脅威に備えて対空火器の装備を行っていた。アメリカの前に現れることもなかったってことか。大和と武蔵が揃って最前線に投入されたのは戦争の後期、1944年10月になる。フィリピンに上陸した米軍を撃破すべく、海軍の主力が出撃した。この時、初めて大和武蔵は、米軍艦隊の前にその姿を現した。ついにか？アメリカは巨大戦艦にビビっただろうな。ついに大和がアメリカ艦隊の前に姿を現すんだな。アメリカから見た大和が明らかになるぞ。1944年10月、大和型戦艦。当時、世界最大最強の戦艦、大和と武蔵が揃って最前線に投入。フィリピンに上陸した米軍を撃破すべく、海軍の主力が出撃した。アメリカは暗号を解読していたが大和の情報はほとんど得ることはできていなかった。そんな大和に対して、アメリカは空からの攻撃を行う。大和はこのフィリピンマリアナ沖海戦で対空戦闘をするが戦果は不明。その後、フィリピンレイテ沖海戦でも大和は渋谷海で対空戦闘を行った。そして、ついに、戦艦大和の46センチ砲が敵艦に火を吹く時が来た。レイテ沖海戦のサマール沖海戦において、1944年10月25日、アメリカ空母護衛艦隊に対して、四方用1式鉄鋼弾104発、3式通常弾6発を砲撃した。ついに大砲炸裂戦果はどうだったんだ？この時、大和型の艦と共同で挙げた戦果は、護衛の駆逐艦や空母艦載機の激しい抵抗を受けたこともあり、護衛空母ガンビアベイ、駆逐艦ホエール、ジョンストン、サミュエル・ B ・ロバーツの計4隻の撃沈のみに留まっている。他の艦と共同。で、大和による戦果は？護衛空母ガンビアベイを大和が沈めたとも言われているが、日米の記録を照合する限り、沈めたのは突撃した従順部隊であって、大和は沈めていないと言われている。駆逐艦ホエールの撃沈は、大和の戦闘記録に巡洋艦撃沈の報告があることから、これを沈めたのは大和ではないかと言われている。おう。ただ、同時刻ぐらいに味方従順部隊が戦艦からの誤射を受けたという話もあり、大和が沈めた巡洋艦、というのは味方従順ではないかともいう説もある。しかも、沈めたと記録されたのは大砲ではなく副砲だった。おう。レイテ沖海戦は米軍による執拗な空襲を受け、武蔵など多数の艦船が撃沈され作戦は失敗。しかし、大和、武蔵の存在はアメリカ軍に衝撃を与えた。武蔵は魚雷20本以上、命中弾17発以上、至近弾20発以上を受けたが、沈没まで4時間45分以上耐えた。
この時、アメリカ軍は、撃たれても沈まない武蔵に対し、もうこの戦艦を沈めることはできないとまで思わせたという。とはいえ大和の同型艦の武蔵は沈んでしまったんだな。不沈戦艦と思われていた武蔵の沈没に対する大和の搭乗員への衝撃は計り知れなかったという。フィリピンはアメリカの手に落ち、いよいよ戦局は最終局面に至る。大和はどうなるんだ？海軍が想定していた戦艦同士の艦隊決戦は期待できず、石油を日本に運ぶ補給路を米軍によって断たれていたことで、備蓄の燃料が底をつこうとする中、膨大な燃料を消費する海軍首脳部は大和の使い道に悩んでいた。そうした中で、米軍が45年4月1日、沖縄に上陸。大和は、このままでは何もしないまま敵の空襲でやられてしまう。また航空特攻など全軍特攻が進む中、水上部隊だけが我関せずと眺めているわけにはいかなかった。そんな中、45年3月、連合艦隊を統括する海軍軍令部の及川小四郎総長が昭和天皇と面会。及川は沖縄方面での航空特攻を主体とする作戦1号作戦について昭和天皇に説明した。すると、昭和天皇は航空部隊だけなのか？水上部隊はどうなのか？という趣旨のご下問をしたという。及川は天皇の意思を忖度し、ある結論を出すに至る。それが沖縄を目指した大和の艦隊特攻。いわゆる水上特攻だった。水上特攻？そうだとはいえ、制空権も制海権も失っている現状で、沖縄にたどり着ける可能性は非常に低い。失敗するだけでなく、数千の兵士が戦死することになる。当然、大和を旗艦とする第二艦隊は納得しなかった。連合艦隊から説得のため日下参謀長が大和に向かった。作戦に疑問を呈する伊藤誠一第二艦隊司令長官に対し、日下は言った。要するに、1億総特攻の先駆けになってもらいたい。伊藤中将はこの言葉に、そうか、それならわかった、と即座に納得したという。1億特攻の先駆け。特攻の狙いは、アメリカ軍に上陸された沖縄防衛の支援、つまりその工程で主にアメリカ海軍の揚撃戦闘機を大和攻撃隊随伴に振り向けさせ、日本側特攻機への揚撃を緩和させることだった。立案者の上重則参謀の構想では、もし沖縄にたどり着ければ、自力座礁し撃き放題として陸上戦を支援し、乗員は陸戦隊として敵陣突入させることも描いていたとされる。しかし、大和を座礁させて陸上砲台にするには、1座礁時の戦意がほぼ水平であること。2四砲を発射するためには、機関及び水圧計と電路が生きており、射撃管制機能が全滅していないこと、の2点が必要であり、これはほぼ実行不可能とされていた。不可能。現実を見ればやはりアメリカ軍の制海権制空権下を突破して沖縄に到達することすら厳しかった。戦後、大和特攻を改装した豊田長官は艦隊特攻について、こう思いを吐露している。成功率は 50% はないだろう。うまくいったら奇跡だ。大和では命令受領後の4月5日15時に乗組員が甲板に集められ告げられる。帝国が起こるか滅びるかは、沖縄にかかっている。特攻を命じる。本作戦は特攻作戦である。乗組員は夕刻に君が代斉唱と万歳三唱を行い、それぞれのふるさとに帽子を振った。しかし、日本艦隊は情報戦の段階で、すでに敗れていた。海上特攻作戦は突然に決まったため、物資補給に関する更新などが急増。米軍は暗号を解読し、その意図を察知される。6日午後3時20分の出撃したが、その直後、豊後水道付近で早くもアメリカの2隻の潜水艦に行動を察知された。21時20分、潜水艦は浮上して大和を確認。艦長のフレッド・ジャニー中佐は特に暗号も組まずに大和と名指しで連絡した。大和が出てくる。大和出撃の方にアメリカ第5艦隊のスプルーアンス大将は、大和の最後の戦いに対し敬意を表し、戦艦同士の艦隊決戦を挑もうと考えた。大和が引き返すことを恐れ、潜水艦に攻撃禁止を命じたという。そして、大和を沈めれば、この戦争は終わると、米兵は上官より伝えられる。大和は、名実ともに日本のシンボルと思われていたのだ。大和は日本のシンボルついに日米艦隊決戦か？いや、大和が推進し続けたため日本海側に対比する降参があること、大和を撃沈することが目的であり、そのために手段は選ぶべきではない。そう考えた第58任務部隊のミッチャー中将は戦艦に対する絶対的優位性を証明するため、独断での航空攻撃を決意。
武蔵は潜水艦の雷撃で沈んだという噂があり、ミッチャー中将は何としても大和を航空攻撃のみで撃沈したかったのだ。最後まで大和は艦隊決戦ができなかったんだな。4月7日8時15分に3機の F6F ヘルキャット索敵隊が大和を発見。12時34分、大和は鹿児島県坊野岬沖90海里の地点でアメリカ海軍艦上機を50キロ遠方に認め、射撃を開始した。8分後、空母ベニントンの第82爆撃機中隊11機のうち SB2C ヘルダイバー急降下爆撃機4機が艦尾から急降下する。中型爆弾500キロ爆弾8発が投下され、ここから大和はアメリカ空軍の激しい攻撃にさらされることとなる。その後、13時2分、第2波攻撃が始まった。決戦海面を真南鳥栖の旗る信号を掲げ、攻撃機92機による爆弾63発、航空魚雷52本の集中攻撃に耐え、なお沖縄への意思を示す。この日は全天に雲が低く垂れ込め、対空射撃は困難を極めた。アメリカ軍機は雲の切れ間より襲いかかり、すぐにまた雲間に退避した。大和はヘルダイバーの急降下爆撃により、多数の1000ポンド爆弾の命中を受けていた。艦内では火災が発生。大和の艦上では、爆弾の直撃やアメリカ軍戦闘機の機銃掃射、ロケット弾攻撃により、対空兵器が破壊されて乗組員にも多くの被害が出た。水面下では、アメリカ軍の高性能爆薬を搭載した魚雷が左舷に多数命中した結果、復元性の喪失と送還不能を起こした。一体何本の魚雷が命中してるかわからなかった、という証言があるほどだった。大和への最後のとどめになった攻撃は、空母ヨークタウンの第9雷撃機中隊 TBF アベンジャー6機による右舷後部への魚雷攻撃であった。14時10分、トム・ステッドソン隊は左舷に傾いたため露出した大和の艦艇を狙うべく、大和の右舷から接近し、魚雷を放った。最後の魚雷が致命傷となって、船体が沈み始める。軍艦大和戦闘商法による大和の主な被害状況が報告されている。14時23分、上空のアメリカ軍攻撃隊指揮官たちは大和の完全な転覆を確認。転覆した際、搭載する弾薬が誘爆し、船体が3つに分断されて海底に沈んでいった。結局、艦隊特攻で沖縄に到達する艦は一つもなかった。浸水から4年と8ヶ月、計1704日間の艦歴であった。乗員3332名中、生還者はわずか276名。この特攻作戦で大和が撃墜した敵機は3機だったと言われている。大和沈没の方は新任式中の鈴木貫太郎首相ら内閣一同に伝えられ、敗戦が現実のものとして認識されたという。同様の感想は、大和の沈没を目撃したアメリカ軍搭乗員も抱いていたそうだ。大和王。アメリカの首都ワシントン DC にある国立米海軍博物館に屋外展示されている交番がある。その説明板には Use in Japanese 大和クラスバトレシップと書かれている。この装甲板は、太平洋戦争終結時に呉海軍工廠に残されていた試験用のものだ。厚さは660ミリ。テストのために旧海軍が試験場に設置していたものをアメリカが接収。自国戦艦の16インチ砲で射撃して、その装甲をテストしたのだ。事実、装甲板には砲弾が貫いた砲が開いている。戦時中、大和の真の姿が見えなかったアメリカは終戦後、大和の資料を紐解き、その秘密を探り続けていたのだ。アメリカが見た大和は、沈んだ後の大和だったってことだな。当時、日本の新聞では沖縄周辺の敵中へ突撃。戦艦はじめ空水全軍特攻隊と報道したのみで、大和という名前も概要も、国民に明らかにされることはなかった。世界最大最強の戦艦大和はアメリカにも日本にも知られず沈んだってことか。しかし、大和は日本に大きな貢献をした。まずは、日本の重工業や機械工業の基盤を作ったことだ。大和の船体建造では、ユニットとしてから仙台城に運んで組み立てる、いわゆるブロック工法が編み出された。戦後日本の造船が優勢になったのは、大型ドックと、このブロック工法のおかげだった。また、大和の巨大な測距儀は、レンズから機械式計算機を使って距離計測し、データを射撃板に送るものだった。その技術が活かされて、戦後になってカメラ産業が盛んになった。さらに、当時、世界最大の大砲は、特殊な高強度の金属材料だった。その財産が活かされて戦後の鉄鋼業が発展し、普通鋼の大量生産のみならず、特殊鋼も手掛けられる高い技術力が培われた。
船や砲は精密な制御が必要だったが、特に大和に求められた高い精度の技術が、戦後の電気産業、機械産業の発展を促した。大和を作ったことが、造船にとどまらず、多岐にわたる産業の発展に大きく寄与されたのだ。戦後日本の奇跡的な高度経済成長は、そうした技術に支えられて実現する。世界最強最大の大和を作るために技術が磨かれていったってことだな。そして、もう一つ。目には見えない大きな貢献がある。大和という戦艦があったことを広く知られるようになった一冊の本がある。終戦後、7年経って出版された吉田満の戦艦大和の最後。この本で大和の存在を初めて知った日本人は、この国が、そのようなすごい戦艦を作っていたということに大きな衝撃を受けた。そして、明治維新からたった70年余りで世界最大最強の戦艦を作った日本人の力に、計り知れない自信を持つ。戦争で打ち砕かれていたその自信は、大和によって蘇り、技術や産業にとどまらず、精神的にも日本人を支える大きな柱となった。沖縄で大和と共に沈んだ第二艦隊司令長官伊藤誠一中将はこう述べていた。こうした偉大な戦艦を作り得たことは、大いに民族的な誇りとして自負してよいと思う。今も大和は鹿児島県坊野岬沖に沈んでいる。戦艦大和。昭和16年1941年12月16日収益。昭和20年1945年4月7日。天1号作戦坊野岬沖海戦で沈没。アメリカが見た大和は戦後すぐ奇跡の復興を遂げる日本の姿だったのかもしれない。アップ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。